と曲がってるかなOlá, tudo bem? はるみです。プライア、リオデジャネイロ。リオといえば海。私の住んでるとこはリオ市からまたちょっと2時間くらい離れた田舎町なんですけども、海はリオデジャネイロ市よりも綺麗です。何にもない町ですが、唯一海だけは誇れるというか、本当に海以外行くとこがない、週末になってやることがないと、今日どうする？どこの海に行く？っていう会話。何をするじゃないのどこのビーチに行く？他にやることないので、発泡スチロールに、セフェージャビール入れて、氷とね入れて持ってって飲んだり、キオスクっていう海辺になんていうのキオスクバーっていうかレストランっていうか、ビール飲めるとこ、ビール飲んで食事もあるし、そんな安くないので、庶民は発泡スチロールに自分でビール入れて持っていきます。夏は特にね。冬でもビーチ行きますけど、ビーチで海眺めながらビール飲んで泳いで、泳がないこともあるけど、私はもうとにかくビーチでダラーンってするのが好き。あと本読んだりとか、最近はそんなのんびりしたことできないけど、子供がいるのでビーチ、これはもう欠かせない。バグンサって日本語で言うとなんていうか、ちょっと辞書で調べてみた。バグンサ、チナラ、スラング的な使われ方か。混乱、無秩序、あとなんて書いてある？どんちゃん騒ぎそう、それどんちゃん騒ぎ、バグンサ。私出身静岡県の浜松市なんですけれども、たまたまなんだけどブラジル人が多い町ですよね。要所要所で張り紙がしてあるんですよ、ポルトガル語で。ここでシュハスコ禁止とか大きな声で喋っちゃダメ、夜10時以降はどんちゃん騒ぎしちゃダメとか、ポルトガル語で注意書きしてあるんですよ。ブラジル人多いから、もちろん人に迷惑かけてはいけませんよね。でもそんなにカリカリしないでください。どんちゃん騒ぎしたいんですブラジルっていうところは普通にちょっと大きな音で音楽流してたりとか、そういう程度では別にみんなそんなにカリカリしないかな。トランクリダージ、のどかさ、形容詞でトランクエルってよく使うけど、日常でどう、大丈夫、なんかあったの？トランクエル、大丈夫だよ、うまくいってるよみたいな。トランクエル、トランクリダージ、名詞になりますが、落ち着いてるよ、全部うまくいってるよ、のどかだよみたいな。トランクリダージ、このなんていうんだろう、時間の流れ。なんか日本にいると、私の場合だけども、なんか予定が詰まってないと焦ったりとか、そういう人結構いると思うんですけど、自分に予定がなくて、で周りがなんか忙しくしてると、なんか取り残されてるような気になるっていうか、私もなんかしなきゃみたいな、そういう気持ちになったりしませんか？私もなんですけど、それがこっちではあんまり感じられない。別に人は人、私は私みたいな。ブラジルに限ったことじゃないと思うんですけど、でもアメリカ人もその先進国は大体結構せかせかしてますよね。そことの差になってくると思うんですけど、このなんか平凡な感じ、別に毎週土曜日日曜日になってもそんな大事な予定はなくていつもどうするって言ってるうちに、誰かから一緒にお昼食べようって誘いがあったりとか、もちろん何にもないまんま過ごすことも多いけど、なんとなく予定が決まってって、なんとなく時間が過ぎてく。あまり時計を見ないですね。リベダージ、サンパウロにそういう地区がありますよね。東洋人街、日本人じゃなくて今東洋人街とかって呼ばれてるその地区がリベダージ。パウリスタの訛りで言うとリベルダーデっていうのかな。カリオカはリベダージって言います。自由です。自由の国といえばアメリカですけども、ブラジルもだいぶ
リベダージ、自由ですね。なんでサンパウロのあそこの地区リベダージっていうんだっけ。ちょっと忘れちゃった。知ってる人がいたら教えてください。サンバ。まあこれはもう私の個人的な趣味ですけど、別に私特にサンバがむちゃくちゃ好きってわけじゃないんですよ。実際ブラジルにいるとこれ不思議なもんで、普段は一切サンバなんか聞きません。ブラジルに来る前の方がすごい憧れとかがあって、ボサノバだったりサンバだったりいろいろブラジル音楽聴いてたけど、もうブラジルに来て一時期なんかもう、特にカーニバルの時期にすごいサンバを聴くので、サンバはサンバでもカーニバル用のサンバってあるんですよ。もうさらになんかどんちゃんどんちゃんしてるやつパーティーとかでも延々とサンバがずっとかかってると結構疲れるし、落ち着いた音楽聴きたくなったりもするので、今特に子供もいるのでそんなに普段なんていうのガチャガチャした音楽は聴かないんですけど、これ日本に行くとまた恋しくなるんですよね。なんか具体的にこのサンバの音楽を恋しくなるっていうよりかは、なんかこのリズム、なんかブラジル人って普通に歩いててもなんかサンバのリズム刻んでるっていうか、